やっほー、みーちゃんです。今日はニュージーランドのパートナーワークビザについてお話ししていきたいと思います。私は2023年の10月に、ワーホリビザでニュージーランドに来たんですけど、今はパートナーワークビザを取得して、それが2年間有効となっています。で、現在は、パートナー住居ビザ、パートナーレジデントビザを、申請中で、まだその結果は来てないんですけど、今回は私が取得したパートナーワークビザについてお話ししていきたいと思います。私は、今の彼がニュージーランド人で日本で出会いました。それで一緒に来たので、ちょっとこちらで出会った方とはまた違うんですけど、結構私の日本人の、女の子の友達で、ワーホリビザでこちらに来て、で、ニュージーランド人でも別にニュージーランド人じゃない人でも、お付き合いしてパートナーワークビザを取るっていうことがたくさんいらっしゃったので、今回は、ちょっとそれについて説明していきたいと思います。私も申請するときに結構いろいろ調べたんですけど、あんまりニュージーランドについての、その情報がなかったので、これがもし皆さんのお役に立てればなとお役に立てれば嬉しいです。では、早速始めましょう。まず、ワークビザ、パートナーワークビザって何なのって思う方がいらっしゃると思うんですけど、こちらは、恋人がニュージーランド人の市民権を持った方か、それとも海外の方でもこちらに住居してビザを持っている方であればサポートをすることができます。パートナーっていうことなんで、結婚してなきゃいけないのかって思うかと思うんですけれども、これは結婚は別にしてなくても、取得できるビザになります。最大で3年間、このビザを使ってニュージーランドに住むことができるんですけど、1年未満しか住んでない方は、1年のビザで、それを最大3年間まで延長することができます。で、1年以上すでに一緒に住んでいる方は、3年のビザがもらえます。私が申請した時は、最大2年までだったんですけど、最近変わって3年まで延長することができるようになりました。で、現在の、申請費用のコストは$1630です。結構高いですよね。私が申請した時は、この半分の金額だったんですけど、去年の10月から一気に、値上げされて、今、このような金額になっています。ちなみに、もし日本から申請する場合は、タダになります。これお得ですよね。ただこっちにワーホリで来て、こっちで出会った方であったら、やっぱり証拠を提出しなきゃいけないんですけど、そうなるとパートナーは日本に行けないじゃないですか。こっちでね、過ごさないといけないことになるので、申請もこちらからになると思うので、そうなると、難しいかなとは思います。で、このビザを持っていると、どこでも時間の制限とかなく働くことができます。勉強も、学校に通うのも3ヶ月までできます。で、私の友達で聞いたのは、最短で、その子は3ヶ月一緒に住んだみたいで、その子も取得できたので、結構、簡単に取得できるビザかなと思います。もしね、そのワーホリでも学生でもこちらに来て、お付き合いを始めて、ワーホリビザだと1年しか続かないので、結構短いじゃないですか。で、その後今後どうするかっていうのも、悩むと思うんですけど、そのパートナーが、サポートしてくれたら、そのビザで、最大3年まで住むことができるので、とてもいいビザだなって思います。で、その申請するのにあたって結構その書類集めがすごく大変なんですね。
で、私が、申請した時の詳細について詳しく話していけたらなと思います。私は結構スムーズにいって、オンラインで提出したんですけど、もう特に何も、追加書類だとか、そういうこと言われずに、すんなりとビザが下りました。で、ちなみに、移民アドバイザーとか使わず自分でやりました。結構そんな難しくないので、全然、例えば偽りのない、ものだったら多分普通に通ると思います。あと、特殊、例えばすごく期間が短いとか、あと、すごい、遠距離恋愛だとかで結構、ちょっと証拠があんまりないっていう場合は、ちょっとわからないんですけど、そうですね。しっかりとしたお付き合いで、証拠もちゃんとあれば、スムーズにいくと思いますので、安心してください。誰だって感じなんですけど。ちなみに、どれぐらい期間、かかるのかっていうのは、やっぱりその時によって結構ビザの内容ってコロコロ変わるんですよ。で、現時点では8週間、平均8週間かかるみたいなので、今持ってるビザが切れる前に、そのビザを取得しないといけないと思うので、それを考慮して早めに申請することをお勧めします。ただ、もし今のビザが切れてしまって、このビザ申請している間に、ここにいる期間のビザがないってなった場合は、それをカバーするビザはあるみたいなんですけど、それもまた別途お金かかるみたいだし、その間は働けなくなったりするみたいなので、やっぱりなるべく早めの方がいいかと思います。ちなみに私がどれぐらいかかったかっていうと、私は、7月4日に提出しました。ビザは10月までだったんですけど、3ヶ月前に申請したんですけど、ただ、私の彼も日本に住んでたので、その場合彼の犯罪証明書っていうのが必要だったんですね。で、それを日本から取り寄せなきゃいけなくて、それが3ヶ月ぐらいかかるってことだったので、間に合わなかったんですよ。でももうビザもギリギリだしっていうことで早めに申請したかったので、その時はその犯罪証明書は提出しないで、日本の大使館でいただいた受領書だけをとりあえず提出したんですね。その日付が7月4日で、その犯罪証明書が届いたのが8月19日だったので、届いたらすぐに送りました。そしたら、8月26日にビザが下りました。なんで、私はちょっとその犯罪証明書がなかったからすぐに降りなかったんですけど、その犯罪証明書を提出してからはすぐ降りたので、ちょっと一概にこれぐらいかかるっていうのはわからないんですけど、しかも私の時はちょっと1年前ぐらいになるので、でもスムーズに降りました。で、申請するのにあたって何が必要になるかっていうのを、説明していきたいと思います。まずは身分証明書、パスポートですね。有効期限内のパスポートが必要です。ちなみに、申請するのにあたって、オンラインと紙を郵送して送るっていうパターンがあるみたいなんですけど、オンラインの方が早く処理が進むみたいだし、多分オンラインの方が簡単なので、そちらでやる方がいいかと思います。で、次が健康状態であること。健康状態の証明として、胸部レントゲンと健康診断の結果が必要になる場合があります。これはどれぐらい、滞在するかとか、今までその書類を提出してきたかとかによって変わってくるんで、申請書がオンラインになって、それを入力していくと、そこであなたはこれが必要ですっていう風に、出てくるので、みんながみんな必要ではないんですけど、私の場合は限定の健康診断、っていうのと、あと胸部 X 線が必要だったので、両方やりました。で、私はオークランドに住んでるんですけど、一応一番安いところを探して、
今はちょっとそれが最新の状態かわかんないんですけど、私が一応受けたところを、載せておきますね。多分ここら辺に載ってるかな。ここが調べた中では一番安かったです。そこはなんか中国系の病院だったんですけど、スムーズに行きました。やっぱりね、結構、その病院も、ビザ用の健康診断をやってるところが限られてるんですよ。で、その中から行かなきゃいけなくて、なんでそこの病院行った時はもうみんな、そのビザ用のために申請する方がたくさんいて、たくさん外国人の方でいたので、私もちょっと最初の病院だったので、すごく不安だったんですけど、スムーズに、こう次、例えば採血、はい、次視力って言って、特にね、困ることはなかったです。ただ最後お医者さんに問診を直接聞かれるんですけど、それもなんか2問ぐらい聞かれて、結核があるかっていうのと、なんか特に、私の場合は小さい頃に手術してたので、そのことについて聞かれました。ただもう2問だけでもっと聞かれるかなと思って構えてたんですけど、あっさり終わっちゃって、はい、びっくりしました。多分ね、わかんなくても、英語とか、わかんなくても、みんなそういう人たちが来てるので、おそらく、違う言い方で質問されたりだとか、例えば、Google 翻訳機とか使って多分対応できるんじゃないかなと思います。はい。特にあんまり本当に会話することがなかったので、全然、思ってたより簡単でした。で、それは、その結果は直接その病院が私が申請したビザのところに、イミグレーションに送ってくれるので、特に問題がなければ、そのまま、行くと思います。なんで、実質、私も、求めれば多分、結果はいただけると思うんですけど、私は何も特に聞かなかったので、私の健康状態がどうだったのか。正常だったからそうだと思ったんですけど、わからないです、そこは。で、次。犯罪証明書。これは日本から犯罪証明書が必要になるんですけど、これがすごく厄介で、平均で3ヶ月かかるんですよ。で、やることとしては、日本で犯罪証明書を取るってなった場合は、警察署に行って、すぐ発行できるんですけど、ここから申請すると3ヶ月ぐらいかかるんですよ。なんで、これがすごくめんどくさくて、これで私もね、間に合わなそうになってしまったので、皆さん取るときは、ぜひ、これを早めにもうむしろ、一番最初に、申請した方がいいと思います。ただ注意点としては、その犯罪証明書は6ヶ月以内、発行日から6ヶ月以内のものしか有効じゃないので、もうね、早すぎてもダメだし、遅すぎてもダメっていう感じですね。で、やり方としては、まず、日本の大使館、ニュージーランドにある日本の大使館に行きます。それで、指紋のシートを受け取れるので、その用紙をもらって、今度、郵便局とか、あと指紋を取得できる、専門の場所があるので、そこで予約して、その日時に、訪れて、指紋を取ります。結構面白くて、指紋を全部の指かなを、スタンプ、なんていうんだっけ、インクをつけて、こうやって、ヘルプしてくれる人がいるんです。アシストしてくれる人がいるんですけど、こういう感じで、本当に指紋を取ってきます。それは多分10分ぐらいで終わって、それをもらったら、今度それを大使館の方に持ってって、受領書をもらって、あとは待つだけです。で、届いたら、おそらくメールかなで、届きましたっていう連絡が来るので、また大使館に取りに行って、っていう感じですね。はい。それもね、確かお金が、その指紋取るのにお金がかかるんですよ。
おそらく$50ぐらいだったと思います。で、あと必要なのが、パートナーの、パスポートだったり、出生証明書、どれか、身元を確認できるもの。で、あとは次、資金ですね。ここに滞在するための資金をどれぐらい持ってるかとか、あとはその会社がどれぐらいサポートしてくれるか、パートナーがどれぐらいサポートしてくれるか、何でもいいんですけど、私の場合は、私が持ってる、貯蓄の、銀行の残高証明書を提出しました。で、あと、パートナーも、例えば違う国に住んでた場合、過去、何年間とかルールがあるんですけど、何年以内に違う国に住んでた人は、そこの国の犯罪証明書も必要になります。ちなみに、過去10年に12ヶ月以上訪れた国があったら、その国の犯罪証明書も必要になります。なんで、パートナーも同じです。で、あとはこれは一番めんどくさいやつが、そのパートナーとの関係を証明する証拠です。ちょっと違う日なんですけど、ビデオが長くなってしまったので、一旦ここで終了とさせていただいて、残りは、来週アップロードしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次のビデオで。バイバーイ。